こんにちは。5月18日水曜日です。今日もですね、気になるニュースの方をご紹介していきたいと思います。では早速内容に入ります。食料暴動、インターネットの遮断、そして食品を配給するため生体認証の ID を導入。ということでいきなり注釈なんですけれども、今回も配給という言葉が出てきているんですけれど、記事を読んだ限りでは実質やっていることは、食品を、安く購入するためのデジタルクーポンを配布しているという感じですね。では内容の方を読んでいきたいと思います。イランは国民が食料やその他の物品を購入できる生体認証パスポートを世界で初めて導入する国となりました。ファイナンシャルタイムズ紙によると、イラン政府は今後国民に対してデジタルクーポンを提供し、パンを、補助金、ちょっと安くなるってことですね、補助価格で、入手できるようにし、それ以外は市場の価格、それよりも高い値段ってことになると思いますけれども、それ以外は、市場価格で購入できるようにするということを発表しました。この計画は約2ヶ月後に始まる予定で、パンの購入に対して実行された後、鶏肉、チーズ、植物油など他の商品にも適用される予定だと関係者が語っているということです。つまりパンなどの商品を補助価格、安い値段でってことですけれども、安い価格で買うことができるというわけですが、そのためにはイランの一般市民は ID を取得し、デジタルクーポンを取得するということを受け入れなければならないのです。イランの大統領はテレビの発表で次のように語っています。今日、パンを購入するための補助金は無駄遣いされ、人々はこの点において汚職や差別を目の当たりにしています。どうしてこのままにしておくことができるだろうか。国民もエリートも経済改革を強く求めており、私たちはそれを実行する決意だとこのように述べています。長引くロシア・ウクライナ紛争の影響を感じている他の多くの国々と同様に、イランはロシアとウクライナからの穀物輸入に頼っていた国の一つです。イランはこの1週間インターネットをシャットダウンし、使用を制限していました。政府、企業、銀行ではインターネットが開放されており、問題なく運営されているようですが、市民のインターネットサービスが封鎖されているようなのです。貧困層が非常に多いイランでは、おそらくですが、多くの人がこの政策に従うことになるでしょう。ということで、ここまでが記事の内容になります。今回もですね、元記事がかなり長かったので、だいぶ割愛要約してあります。で、ブログの方にはほぼ全文掲載してありますので、気になる方はそちらをご覧ください。今テレビで、積極的に報道されていることの裏で、世界ではね、いろんなことが起こってるなというのをね、実感するニュースだったんですけれども、今後ね、これがどのように世界に波及していくのかいかないのかっていうところはちょっと、注視しておく必要があるかなと思いました。さて全然話が変わるんですけれども、ちょっと雑談をしていきたいと思います。先日ですね、アメリカに住んでいる私の友達とちょっと電話してまして、でアメリカの状況を聞きました。で、私が気になっていることをねちょっと聞いたんですけれど、粉ミルクがないらしいんだけど大丈夫とかですね、卵の値段が爆上がりしてるらしいけど大丈夫とかですね、そういったことをちょっと聞いてみました。で、それに対する友人の回答なんですけれども、まず粉ミルクに関しては、いや普通に並んでて普通に買えるけどって言ってました。で、卵に関してはその友人はですね、オーガニックの卵を、ちょっといいやつですよね、平飼いのオーガニックの卵を、ホールフーズで買ってるっていうことだったので、卵の値段もそんなに別に上がってないよっていうことでした。
で、この話っていうのは、あくまでねそのオハイオの、郊外の話なので、他の州とかね都心部に行けばまた状況は違うと思うので、あくまで参考にっていう感じで、ご了承いただきたいなと思うんですけれども、であとはですね、牛肉の値段は上がってると思うっていうことでした。だけどその友達は牛肉食べないからよくわからないって言っていて、でただ、外食はやっぱり値上がりがすごいから行かなくなったっていうふうに言ってました。で、基本的に食品はセールの時はやっぱり値段が下がるので、そのセールの時にまとめ買いをするから今のところそこまで影響はないっていうふうに話してました。ということで、先ほども申し上げたんですけれど、この話っていうのはアメリカの本当にごくごく一部一箇所の話なので、アメリカ全体で見た時には、ちょっとどうなのかっていうね、そういった細かいことを把握した話ではないので、そのあたりはご了承いただきたいなというふうに思うんですけれど、私個人としてはアメリカにねたくさん友達が、日本人の友達からアメリカ人の友達からいろいろいるので、ちょっと心配だったんですけれども、私が住んでいたところでは、まだそこまで大丈夫だっていうことだったので、ちょっとね安心しました。もう本当にね世の中っていうニュースがいっぱいあったので、ちょっとどうなのかな、心配だなっていうのはねずっといろんなニュースを見るたびに思ってたんですけれど、ちょっとね現地の友人の話を直接聞けて、で本人も元気そうだったので良かったなっていうふうに思いました。今後もですね、定期的に友人とはちょっと連絡を取り合って、現地の情報をねいろいろ聞きたいなというふうに思っています。ということで、最後に全然また関係ない私の家庭菜園の話をしたいと思います。先週末もですねいろいろ植えてて、で先週末は芋類をね植えてたんですけれど、里芋と、さつまいもと、あと菊芋植えたんですけれど、菊芋って私ね本物見たことなくて、まだでもちろんだから今回植えた種芋っていうのも初めて見たんですけれど、ホームセンターでね、買った種芋なんですけれど、菊芋の種芋って袋の中から出したらなんか干からびた梅干しみたいなのが2個ぐらい出てきたんですけれど、そういうもんなんですかね。私見たことないので、これが種芋なのかなってなんか思いながら、一応土には埋めたんですけれど、なんかねちょっと思ってたんと違うっていう印象だったんですよね。でちょっと不安になっちゃって、インターネットでもねちょっと調べてみたんですけれど、やっぱりねあんなカサカサの梅干しみたいなのはちょっとね画像でもなくて、やっぱなんかちょっともう枯れちゃってたのかな、どうなのかなっていう感じなんですよね。でちょっと不安なので楽天かなんかでね菊芋の種芋をちょっと早急に買い直し植え直しっていうことをねやろうかなって思っているところです。あとはお花もね結構植えるのが楽しくなってきちゃって、お花の苗もちょこちょこ買ってるんですけれど、家そんなに庭が広いわけじゃないので、うまくねバランス取りながらやろうかなっていう感じです。それにしてもですね、昨日までちょっと肌寒いなと思う日が数日続いていたかと思えば、今日はもう私が住んでるところでは30度近くまで気温が上がるっていう予報が出てたりするんですけれど、もうね絶賛気候変動中だなっていう感じがしています。気温がね上がったり下がったりすると本当にね体に応えるなっていう方もいらっしゃると思うんですけれど、本当にねくれぐれも体調を崩さないようにお気をつけいただきたいなと思います。ということで、今日はこの辺りで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。